いよいよ最終審査か。なんか緊張しちゃうな。自分が出るわけじゃないのに。っていうか、会場前なのにお客さん結構来てますね。最終審査をイベント会場でチケットまで売ってやるなんて、思ってたより規模の大きいオーディションだったんだ。実は軽く調べていたんだが、この審査の歴代グランプリ受賞者やファイナリストたちがいろいろな場所で活躍してるらしくてな。特別審査員として有名な演出家や映画監督も来るし、次世代のスターが生まれる場所として注目され始めているようだぞ。それでテレビクルーの人たちもいるんだ。そういえば特別審査員の中に大原監督の名前があったな。できれば挨拶したいが。それにしてもあの二人無事に最終審査を迎えられてよかったですね。なあ、チームとして成立するか心配だったが、それも乗り越えてくれたしな。すみません、お二人ともお話は進んで。今のは世界に行く時の。っていうことは、今二人は。やはり呼ばれるまで外で待つか。あの後二人でどういう話をしてどう折り合いをつけたのかは教えてくれたが、やはり世界については触れなかったな。まあそれが良かったのかもしれん。あの木がある世界で出会わなければ、世界を持っていることなど俺たちも知らないままだったはずだ。それに今は何よりも最終審査だ。あの二人が全力を出せるように、俺たちも全身全霊で応援しなければな。天馬先輩、控室はここまっすぐですよ。なーに、先に会場を見ておきたくてな。少し寄り道を。中止ってどういうことですか？今、中止って聞こえたんだけど。主催であり審査委員長である鉄ごもり先生が今朝倒れられたそうです。幸い大事には至りませんでしたが、今グランプリを選んでも先生に指示することが叶わない可能性があります。もともとこのオーディションは鉄ごもり先生が有望な新人を見つけて育てるためのもの。当然応募者も鉄ごもり先生の指導を受けるために参加しているだろうからな。確かにそれが叶わないとなると、このようなことになってしまって残念ですが、今回はやむなく中止とし、ここにいる最終審査の参加者は次回開催時に無条件で最終審査に招待させていただきます。次回というのはいつなんでしょうか？そうだ、来世さんにはご両親との約束の期限が。申し訳ありませんが、現時点では次回についてお伝えできることはありません。待ってください。オーディションの開催は無理でも、せめて練習の成果を披露させてもらえないでしょうか？湊さん。確かに審査員の方たちに見てもらうこともできないなんて。俺もこんなにちゃんとしたステージに立てるの初めてで、めちゃくちゃ嬉しかったのに。皆さんのお気持ちはわかります。ただ今日の観客の皆さんは皆さんのパフォーマンスだけではなく、
鉄ごもり明が注目する次世代のスター候補が生まれる瞬間を見に来てくれているはずです。確かに、オーディションを見に来ている観客の興味の最終的なゴールは、誰がグランプリに輝くか、だ。だが、ここにいる参加者の全員が、今日の最終審査に並々ならぬ思いをかけていたのも間違いない。このままでは、観客は愚か、誰も笑顔になれない。どうする？何かできることは？そろそろ外で待っている観客の皆さんにもお伝えしなければいけませんね。とにかく行動あるのみだ。少しだけ待ってもらえませんか？あら、あなたは。俺はそこにいる来世さんたちの応援の者です。部外者がこのような大事な話を聞いてしまい、申し訳ありません。ですが、このままでは、参加者の皆さんも、観客の皆さんも、誰も笑顔になれず、がっかりして帰らねばならない。ですから、例えばですが、皆さんが練習してきたダンスを、群像劇のように、一つの物語に落とし込んで、ダンスショーにするのはどうでしょうか？ダンスショーですか？はい。観客が期待している次世代のスター候補が生まれる瞬間を見せることはできませんが、だったら、それに匹敵する感動、あるいは驚きを用意できればいいのではないでしょうか？天馬さん。確かに、やれたら面白そうだね。ああ、今日までの努力も少しは報われるよ。でも、今からその準備するってことですよね。しかも本番もぶっつけで。俺は、来てくれた人たちの期待に応えられるかどうか、正直自信がないです。そっか。ダンスのレベルが高くて忘れてたけど、新人発掘オーディションなんだよね。確かに、いきなりダンスショーをやろうって言われても。うまくできないかもしれない。期待に応えられないかもしれない。そういう不安も、わかります。ですが、皆さんなら、きっと大丈夫です。なぜなら、皆さんはここまで勝ち残ってきた、ファイナリストなんですから、このまま終わりたくない。少しでもそう思っているのなら、一緒にやりましょう。任せてください。きっとうまくいきます。いや、必ずうまくいくように、俺が最善の策を考えてみせます。俺たちの手で、ピンチをチャンスに変えるんです。皆さん、やってみませんか？彼の言う通り、これは俺たちで舞台を作るチャンスでもあるんです。ああ、ステージがあってお客さんたちがいる。なのに舞台に上がらないなんて何のためのダンサーなんだ。確かにそうだね。みんな僕たちを見に来てくれているのに、僕たちが頑張らなくてどうするんだ。そうだね。乗るよ、その提案に。俺も、やってみます。皆さん。あとは我々次第のようですね。改めてお願いします。どうか俺たちにチャンスをください。お願いします。ここまで盛り上がってるのに許可しないなんて、年食ってますます頭固くなったんじゃないすか？
大原くん。特別審査員の中に名前はあったが、ここで会えるとは。まったく。今日のために苦労してスケジュール開けたのに、来てみたら審査は中止だって？で、文句の一つでも言ってやろうと思って審査員のお歴々を探してたら、お前が演説してて驚いたぞ。友人がこのオーディションに参加しているので何かできないかと思いまして。大原監督は特別審査員のお一人だそうですが、もしや鉄ごもり先生の弟子なんですか？まあ、駆け出しの頃に一緒に仕事したことがあってな。なんか気に入られて、それ以来の長い付き合いだ。だから、ここにあのじいさんがいたら、なんて言うかもわかるぞ。実に愉快だ。やってみなさい。確かに、そうおっしゃるでしょうね。すぐスタッフに会場の時間を遅らせるよう連絡してきましょう。なるべく皆さんに時間を作れるように。では我々もあなたの提案に乗らせていただきましょう。全員が笑顔になれるならそれが一番ですから。ただし、ショーをするにしても内容はしっかり詰めていただく必要があります。もう一度提案をいただいて、問題なければ正式に講演しましょう。わかりました。やりましたね、天馬先輩。天馬さん、ありがとう。おかげで湊とステージに立てるよ。いえ、皆さんが賛同してくださったからこそです。観客もいてテレビクルーも来ている。これは絶好のアピールチャンスですよ。え、アピール？そうか。ダンスショーが成功して話題になれば、彼の成果として両親に報告できる。まさかそこまで考えて。ほんの少しの間ですが、来世さんたちのダンスにかける情熱を見てきました。俺はそんな来世さんたちの夢を応援したいんです。必ずダンスショーを成功させて、この先も夢を追いかけ続けましょう。私たちも最後の最後までお手伝いします。皆さん、僕からもお礼を。本当にありがとうございます。大原監督、先ほどは最後の一押しありがとうございます。おう、ありがたく思え。と言いたいところだが、お前の肩を持ったのは純粋に演説が良かったからだ。いやー、あの場面で不安はわかる。だがやろうなんて火の玉ストレートをぶん投げるとは恐れ入った。それは褒めていただいてるんでしょうか？それよりダンスショーだって？内容詰めるんなら手伝ってもいいぞ。本当ですか？大原監督にご助力いただけるとは心強いです。そうだろう、そうだろう。とりあえず今考えてることを聞かせてみろ。はい。みんなの笑顔のためにも素晴らしいショーを考えねばな。